おはようございます。2023年9月25日朝9時半です。これから始めます。先にコメント欄で質問あったことについて答えておきます。昨日ですね、坂道の途中にお店とかドロップ先あった場合は行きますかという質問がありました。ケースバイケースかな。元気あるときは行っちゃいます。でこの辺だと北九州市八幡西区の西の神だったかな。そういう地区に助さんうどんっていうチェーン店のうどん屋さんがありまして、坂道ずーっと登ったところ、最初行った時はかなりきつく感じましたけど、最近ではどんどん行っちゃってます。あと枝光のドロップ先が山の上の学校ってとこあるんですよね。そこの時は、体力ある時は行きますけど、体力ない時は行きません。あと、懐疑的な見方で、いや、あんた言ってること、ちょっと、絵唾もんじゃないのね。そういう意見もあります。半分は、僕のホラーかもしれない。あんまり根拠ないです。ただ半分は、結構、根拠があって、私の考えじゃなくて、他の人の、もっと研究してる人の意見を取り入れています。例えば、六角形の方眼の話なんですけども、あれはアメリカ人かなイギリス人かな、英語で論文とかレポートを書いた人がいるんですよね。ウーバーの配車はどうやっているのか、かなり詳しく研究したものです。それを、優秀な方が日本語に訳して、ウェブのニュースに発表しました。で、それを見て、ツイッター仲間でまた私たち話し合って、これそうだな、あれそうだなってやったんですけどもね。で、なんで六角形の方眼かっていうと、地図を仕切る場合、四角形でも三角形でもいいじゃないですか。でも、四角形だと、東西南北に行く場合はセルが1個の移動で済むけど、クォーターの、この斜め行く北東とか、南西とか、そっちに行くには、四角形だとセルが2回動くことになるんで、うまくないらしいです。三角形でも同じようにうまくないらしい。で、丸じゃどうか。丸だと、くっつけると、間に隙間が生じますよね。で、丸じゃうまくないらしいです。で、じゃあ丸を重ねて、隙間なくせばいいじゃないか。という考えも出てきますけども、その隙間の間の処理がうまくできないんで、それもよろしくないと。それから、六角形じゃなくて、七角形、八角形にしたらどうか。そうすると、今度、丸に近くなってくるんで、やっぱり良くない。で、情報処理上は、やっぱり六角形がいいらしいです。で、ウーバーじゃなくてメニューなんかの地図見ても、あれギザギザ六角形でしょ。で、情報処理上は六角形がいいとのことです。で、確率は最初から決まっているという、長い動画の中で一番最初に、一番早い人がそこに行くよっていうのを書いたんですけども、あれもその論文から出てきたものですので、それはまず間違いない。ただ、いろんな状況があるんで、全部それで決まらないけど、でも私たちの雑感的に、結構キビキビしてる配達員さんが売り上げ伸ばしてるでしょ。やっぱりそういうのはあります。それから私のその長い動画の中の情報源として、スタッフから聞いたことはあります。今はサポートセンターがなくなっているんですけども、コロナが流行る前はサポートセンターが各地にありました。で、東京の場合ですと、一番最後が大門、芝大門。で、その前は恵比寿。その前はラフェンテ代官山ってビルだったかな。で、そのラフェンテは大したことなかったんですけど、恵比寿に行ってから、スタッフが、常駐して1日いるようになりました。で、今は、カバン、ウーバーのバッグは4000円で皆さん買わされますよね。で、当時は貸与だったんですよ。で、壊れると、そのサポートセンターに行って交換していました。で、その時に、
98% 以上、評価98% 以上の配達員さんは、ジュースをもらえるんですよね。ちっちゃいジュース。で、あんまり用事もないのに、ジュースもらいたいがために行ったりとかね。で、ジュースだけじゃなくて、あなたは VIP だからコーヒーもどうぞなんてね、なんか、リップサービス付きで出してもらって、で飲みながら、スタッフさんと話をしたんです。で、その時に、全然ならないんですよ。どうやってなるんですかって聞くと、向こうもちょっと、バリア作って、いや、私たちもよく知らないんですよ。で、終わっちゃうんだけど、全然違う話をしてて、コーヒー飲みながらね、あれは、これなんですよって向こうが勝手に言うときあるんですよね。自信持って、動向も開いて、これ彼知ってるなって思って、で、ちょっとおだててって失礼だな。ちょっと話を盛り上げて、で、どんどん話してもらうと、なるほど、あれはなのかっていうことも出てきます。で、1ヶ月でだいたい僕たちの利益がほとんどなくなるよっていうのも、そのスタッフさんのちょっとした話からも裏付けられています。で、そのスタッフさんの話によると、だいたい1ヶ月で消えますよ。50日でほとんどなくなりますよ。っていう話でした。で、私たちの雑感として、1ヶ月休むとほとんど仕事入ってこないですよね。それと、ちゃんと整合してますので、それは間違いないと思います。近景公園待機です。1軒目上糸宇終了です。2軒目ドロップ弁天町です。大河ドラマ、あんまりやっぱり面白くないな。皆さん泣くシーンが下手ですよね。って言うと僕もできないんだけど、泣くシーンがうまい女優さんとか言いますけど、どうやってやるんですかね、あれね。自分も、エキストラである映画に行って、後ろで立ってるだけでいいですよって、口パクだけでいいですよって話で行ったんだけど、行ってみたら、服装指定が違うとか言ってね、助監督さんに怒られちゃって、あんたあっち行きなさい。で、服を取りに行かせて、で、逆に役をもらっちゃってね、カメラマン A だかカメラマン B になったんですよね。で、何人ぐらいだったかな、200人か300人ぐらいのみんなが演技してる最前列で、他の人たちはテレビで時々見るような、あんまり有名じゃないけど、ちゃんとした役者さんの中に入ってやったんですけどね。それでカメラがパンってって右の方にずーっつって私の顔の前も通過する予定で演技したんですけどね、第1テイク私の前でカットストップになっちゃってね、あれ緊張したな。あれは緊張した。うまくできないんですよ。なんか表情作ってくださいって言ってもね、できない。笑うぐらいはできるんだけど、それ以外のね細かい表情は役者じゃないからできない。で、演技指導してもらって、テイク2。私の方にカメラがわーって回ってきて、やっぱりカット !2 回やっちゃった。あれは冷や汗ですね。で、3回目、演技指導してもらって、それは OK になったんだけど、その2年後、3年後、5年後ぐらいかな、映画がインターネットにアップされたのを見ましたけど、そのシーンは私のは使われてなかった。やっぱりぎこちないからね。3軒目下宇東津ドロップです。この辺で休みましょう。一つ挙手した後、駅前マークになりました。行きます。4軒目中島ドロップです。大手町待機です。今日はもう5時間ぐらいやってまして、ここまでたった4件です。オンライン時間に対して運転時間が 21% で、検証始めてから9日目、一番悪いです。貴船から再開です。今日出発が遅かったので、後半はあと4時間頑張ります。再度南小倉待機です。小倉城になりました。1キロ行きます。5軒目大町です。6軒目下伊東津です。伊東津に戻ってきてしまいました。こちらで待機です。
さっき中心に行ったんですけども、中心に行ったら自分のシミはなくなりました。またこちらに来たら糸渦のシミはなくなりました。で、中心にシミがつきました。あれは何なんですかね。あんまり当てにならない。今日ここまで7時間半やりまして、オンライン時間に占める運転時間の比率が 23%。で、最近の傾向より全然ダメなんですけど、ただなんかやっぱり地道に足跡をつけてるとゼロにはならないんだなってことで、なぜか安心しています。というのは、毎年秋、10月前後なんですけども、二進法みたいな日が続くんですよね、地方はね。特に自転車稼働ですと、0だったり1だったり2、3やると、そんなにやったんだみたいに思ったりします。7件目、下糸渦ドロップです。八幡東区昭和で終了です。10時間2分終了しました。今日8件しかできませんで、おととい、昨日、今日とちょっと悪すぎますね。いろいろ話して終わりたかったんですけども、風が吹いてしまってうまく録音できません。また明日。